今回はちょっと焦がしめにして、あれ、ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲初里です。全然ジャンクを扱ってないって？ご安心ください。今日はいよいよジャンクを扱いますよ。皆さん、グリル料理とか、お菓子を作るのにオーブンって欲しくなりますよね。釣りの家にはコンベクションオーブンがあるんですけど、オーブンを買っちゃったら置き場所が必要じゃないですか。だいたいオーブントースターのあったところにオーブンを置いて、オーブントースターは捨てちゃうんじゃないでしょうか。釣りは昔、このいらなくなったオーブントースターをラクレットマシーンにリメイクしたんですよね。さらにラクレットチーズを乗せて、カメラのレールでイン、ってな具合のお手軽リメイクです。家用やったらこれで十分なんですけどね。やっぱり夢じゃないですか？おしゃれなお店でラクレットマシンででっかいハーフカットのチーズを焼いて料理にチーズをかけて食べる。これを家でね、それも好きなだけチーズをかけて食べるの憧れますよね。この簡易ラクレットマシーンを作った時って本物は7万円ぐらいしたんですよ。今は Amazon で2万円くらいで売られてるみたいなのでやりやすくなってますね。今回はこのジャンクのラクレットマシーンを使ってね、本格的なラクレットマシーンを作っていきます。まずはじめに部品取りのために分解をしていきます。バラバラにして分解が難しいところは金切りバサミでチョキチョキ切っていきます。カメラレールの雲台のネジが外せそうだったので外します。外れました。このカメラレールは前回はチーズ置き台だったんですけど、今回はラクレットマシーンの高さ調整に使います。電熱ユニットは雲台にネジ止めするので軽く作る必要がありそうですね。オーブントースターの筐体を再利用してもよかったんですけど、軽く作る必要があるので一から作ることにしました。薄い鉄板が売ってなかったので、ガルバニウム製の屋根用の焼くものとかダクトを使って作っていきます。パーツを切っていって調節します。電熱で熱くなる部分は金属をね、二重にしないと当たったら火傷しちゃうんですよね。薄板の溶接って一般的に難しいと言われてるんですけど、やっぱりすぐ溶けて穴になっちゃいますね。一瞬だけ電気を流してくっつける2つが両方ちょっとだけ溶けてる状態を作らないとダメですね。どうでしょうか。電熱部分の軸受けができましたね。かなりそれっぽいいい感じなんじゃないでしょうか。ヒーターもちゃんと収まりました。でもところどころ穴開いてますね。多少穴が開いてても耐熱パテとかで埋めれば問題ないんですけども、今回は穴はそういうもんとして続けていきます。やっぱこういうの作るとスポット溶接機とかも欲しくなってきますね。ラクレットマシーンの土台にする鉄板にネジを立てていきます。これ倒れたら大惨事ですからね。重い鉄板が頼りになりますね。なんとか立ちましたね。次にチーズを置く土台を作っていきますよ。多分ね、溶かした後のチーズの操作が相当難しいんですよね。重くて固定がしっかりしつつ回転するチーズ置き台を作っていきます。溶接ができたのでビバブラックで塗装します。ビバブラックは熱に耐えられるんでしょうか？じゃーん、組み立てられました。ちょっと細かすぎる作業が多かったので取りながらは難しかったです。ネジを緩めて上下させられます。次にチーズの置き台を組み立てていきましょう。チーズの置き台もね、ある程度高さを調節できるように設計しました。このちょうどいい角度のついた金具、天才ですよね。これをネジ止めして完成です。ちゃんと回りますね。動かしてみましょう。ヒーターを動かして台も回転する。よし、完成です。ここからは料理をしてチーズをかけていくんですけど、1品目は濃厚チーズカルボナーラを作っていきます。ベーコンをカリカリになるまで炒めて、
お次はカルボナーラソースを買ってきて追いチーズすることが多いですね。醤油、ニンニク、塩コショウ、粒コショウを追加してソースができました。パスタはだいたいニンニクを足すと一味変わるのと、カルボナーラは醤油とか胡椒を入れると味が締まってジャンクになるので、お釣りは好きですね。見てください。これが 2.5 キロのチーズ、ラクレットチーズのハーフカットです。2.5 キロで1万円ぐらいでした。2.5 キロ、1万円分のチーズを食べるって考えると、震えますね。トースターとレールは家にあったので、新しく買った材料費が4000円くらい。今回の動画は計1万4000円くらいでできました。うまいこと台も機能しそうです。焼いていきます。赤熱してきましたね。もういいかな？あれ？難しいな。これは、あれですね。チーズを斜めにして滑らせないとダメですね。渋谷のチーズテーブルってお店では、フルサイズのチーズの上にカルボナーラを放り込んで、和えるっていう神演出があるんで、それを意識したんですけど、チーズがすぐ固まってしまいますね。チーズフォンデュを作るときって、牛乳と白ワインでチーズを薄めて、冷めても固まりにくくしますよね。多分お店でもチーズフォンデュ状態にしたチーズにカルボナーラを入れてるんじゃないでしょうか。一旦フライパンに戻してチーズフォンデュナイズしてみましょう。改めて濃厚チーズカルボナーラが完成しました。粘度が高い。それではいただきます。濃厚ですね。チーズを食べてるみたいです。濃いチーズで重さも出てきてるんですけど、口いっぱいに頬張った時の油感を醤油が締めてくれるのが嬉しいですね。チーズ自体も癖が少しだけあってとても美味しいです。次はバケットにかけていきましょう。今回はちょっと焦がしめにして、いいビジュアルですね。それでは食べていきましょう。これって感じですね。ドカッと癖のある本物のチーズ感が。美味しい。やっぱバケットと合わせるっていうのがシンプルイズベストって感じで最高ですね。口の中でモキモキなるくらいいっぱいチーズ食べられるの、ほんと夢って感じですね。最後に新じゃがで作ったジャーマンポテトにチーズをかけて食べてみましょう。これいい感じにかけられたんじゃないですか？端っこのピロピロも入れとこう。それではいただきます。美味しい。まず新じゃがが美味しい。それを引き立てるベーコンと一体化したチーズって感じですね。カルボナーラの時も思ったんですけど、美味しいチーズの物量が多いと、ベーコンの単体としての存在感が消えてきますね。なくなってしまったわけじゃなくて、一体化？もはやチーズと混ぜる調味料としてのベーコンの肉味が存在する感じです。ベーコンはチーズを食べるための調味料だったんですね。あれですよね。タルタルソースを美味しく食べるための棒としてのエビフライみたいな感じですかね。今日から憧れのハーフカットチーズとの共同生活が始まるわけなんですけど、見てください。今回3人でお腹いっぱい食べたんですけど、まだまだこんなにありますよ。チーズは保存食ということらしいんでね。今月はじっくり付き合っていこうと思います。今回は本格的なラクレットマシーンを溶接とかして作ったんですけど、最初に見せた簡易版とかだったら、オーブントースターをいくらか分解すればできるんでね、挑戦してみるのはいかがでしょうか。ラクレットマシン自体もね、2万円ぐらいで買えるんで、チーズと暮らしてみたい方は、買ってみるのもいいかもしれませんね。面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、感想とか言ってもらえると嬉しいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。